はるかねです。今日はこちらおびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形の鬼滅の刃時藤無一郎さんのコスプレ服を作っていきたいと思います。材料はこちらのね、綿 100% のリバティというブランドのね、黒無地タナローンという生地を使っていきます。リバティはね、ほとんどほつれてくることないと思うんですけれども、一応綿100ということで不安な方は、黒か透明のねマニキュアを用意しておかれると安心かなと思います。それから 5mm 幅のね白のリボン、こちらね手芸店で 10cm 単位で購入できると思います。20cm 購入してあります。そしてこのリボンを端処理するためのねライターと、それからこちらはダイソーで買ったアイロンで接着するタイプのネームタグ、そして接着芯、それから 0.8mm のワイヤー、こちらね、ベルトのバックルになります。そしてワイヤーを切るための爪切りと加工するためのブライヤー、それからネイルアート用のラウンドスタッツですね、こちらボタンになります。そしてこれをね取り付けるためのピンセットと接着剤、そして黒と白の糸と待ち針をね使っていきます。そしてハサミやアイロンを使って作っていきます。はい、このようにね生地を切りました。すべてね 6cm 幅になっています。 1cm×6cm で、襟になります。そして 3cm×6cm、 こちら2枚が前身頃になります。そして 5cm×6cm、 2枚が袖で 4cm×6cm が後ろ身頃になります。そして 15cm×6cm、 2枚が袴の部分になります。ではまずジャケットの部分から作っていきたいと思います。こちらね、後ろ身ごろに前身ごろ2枚を合わせてピンで留めていきます。こちらの端を合わせておいて、こちらの端を合わせておきます。そしたらここから 1cm、 そしてこの辺の真ん中までね、こういう風な山形にカットしていきます。そして首穴をね 1cm になるように開けていきます。そしてこのね、この前身ごろの部分、ここの部分をこちらの肩とね巻き込んで縫ってしまわないように、少しね襟元を切っていきます。この肩の部分から 5mm の部分まで、そしてこの肩の部分から1センチぐらいのところまでを半 U の字にカットしていきます。そして肩の部分をね黒い糸で縫っていきます。今回はね玉留めせずに、ここをね3回針を通して縫って、また3回針を通して留めるという縫い方で縫っていきます。ほつれがね気になる方はここにマニキュアを塗ってください。では反対側も縫っていきます。両肩がね縫えたら次に袖を用意します。では次に、袖の部分の端処理をしていきます。どちらかね片方 6cm 幅の方を、5mm ほど折り返して、そこにねこう接着芯、細く切った接着芯を置いてアイロンがけしていきます。そしたら次に身ごろの方にね袖をつけていきます。ピンを外して、そして前身ごろの部分を開きます。肩の部分をね少ししごいてネイルアイロンをかけて、こちらがね表側になります。そしてこちらが表側になります。
表と表を重ねるようにして中表の状態にしてね、そしてここを縫っていくんですけど、袖のねこのちょうど真ん中ぐらいがこの肩のラインに来るように注意して縫っていきます。片方の袖が縫えたら同じようにね反対側も表と表を合わせて肩中心合わせて縫っていきます。はい、肩の部分がね両方縫えたら、こちら表側なんですけど中表にこう合わせて、こちらがね縫い目のある方で肩をねしっかり合わせて、ここがねまっすぐになるよう注意して留めます。そしたらこのね脇の縫い目の部分から袖までをこう斜めにねカットしていきます。こちらの袖とこちらの袖の長さをね確認して同じ長さにしていきます。そして長さがねぴったりだったらここからこう脇の下を縫っていきます。この先っちょの部分だけね少しこう中折れする形でこういう感じで縫っていきます。こちらが縫えたら反対側もね同じように縫っていきます。両方縫えたらピンを外してひっくり返していきます。ひっくり返せたら少しアイロンをかけて次にね人形に着せていきます。そしたら人形にねこう着せてみて、ちょっとね内側かぶりすぎの部分 5mm ほど切っていきます。そしてここをね前中心よりも少し左側で折り目をつけてアイロンをかけていきます。次にねこの身ごろの部分に襟をつけていくんですけれども、襟をねまずは半分に軽く折って、そして先をね少し折り込んでおきます。今ねここアイロンをかけたんですけど、この襟元を少し 2mm から 3mm ほど折り込んで、そしてこの今折ったね襟をこのように当てて 3mm ほどねずらした状態で縫っていきます。はい、そしてね肩のねこの縫い目から1目盛り進んだところでこのね襟パーツを前身ごろと同じ長さに切ってしまいます。
中へ折り込んで縫っていきます。では次に白いリボンをね、端をあぶって襟元にねこう合わせて縫っていきます。終わりまで来たらここでね切ってライターで炙ってまたね最後まで縫っていきます。はい、このような感じでね襟がつきました。でこのね部分をぐっとこう寄せて縫っていきます。では次にこのネイルアート用ストーン、ラウンドスタッツをねこの脇の下のところから2、3ミリ下のところまでにこの辺までにね4個つけていきます。では次に胸元のね2本線を刺繍していきます。白い糸をね玉留めして中へ差し込んでこの辺りにね針を出します。そしてまっすぐ5ミリほど縫ったらさっき出たねところから1、2ミリ下がったところに針を出してそしてもう一度ね同じぐらい5ミリほど進んで針を平行に、ね、なるように針を刺します。そしてこのね針の出口なんですけど脇の下のねちょうどこの縫い目のあたり少し前気味でよいしょこの辺にね縫い目の辺に出しておきます。そしてここでね2回刺して留めておきます。そしたらこのね部分をここをねマジックで塗っていきます。ではね次背中の刺繍を作っていきます。アイロンでねくっつくタイプのネームタグをだいたい背中にねこう収まる程度に切ってここのね裏地こちらがアイロンでくっつくタイプなんですけどここにね、鏡文字で滅の字を書いていきます。そしてこれをね裏返してこの文字を鏡文字をねこちらのネームタグのツルツルの方アイロンで接着する側にこのまま移していきます。
そしてこれを切っていきます。はい、これでね、上着の部分完成です。では、ここからね、袴の部分を作っていこうと思います。まずね、どちらかの端を片方ね、5mm だけ折り込んで接着芯でアイロンをかけて端処理していきます。こんな感じでね、端処理できました。こちらね、ちょっと目印になるんですけど、汚れがついてます。汚れがついてる方、こちら折り目がある方が裏側で、こちら汚れがない方、綺麗な方ね、折り目がない方が表地になります。そしてこのね、裏側折り目のある方に半分合わせて、そっからね 5mm ほどずらします。このぐらいね。そしてアイロンかけます。下をね揃えてアイロンをかけていきます。そしたらこっからねまた 5mm のところでこう折ってアイロンをかけます。そしたら今折ったこの折り目から1センチのところで再びね折ってアイロンをかけていきます。この時ね下をしっかり揃えていきます。そしたら再びねここから 5mm のところで折っていきます。ではもう一度この折り目から1センチのところで折っていきます。もう一度ここから 5mm のところで折っていきます。3回折ったらね同じようにこちら側も折っていきます。はい、このようにね膝が折れたらこちらね裏側になるんですけどね、この汚れがある方になるんですけど、この裏側の方にね接着芯を貼り付けていくとシュッとしたねかっこいいスタイルになると思います。その代わりね、アクション性がちょっと失われてしまうので、アクション性を優先したい方はもう接着芯なしで塗っていかれたらいいかなと思います。こんな感じでね接着芯つけた方は開かずに、つけてない方はボワっとね広がります。
こんな感じでね、ひだの部分ができました。こちらが裏側になります。そしてこちらが表側です。同じのをね、もう1枚作ります。はい、このようにね、ひだが作れたら、こちら両方ともね、表側なんですけど、表同士を合わせて、このね、ひだの中心を合わせてピン止めしていきます。はい、このようにね、待ち針でしっかり留めたら、幅がね5センチになるように切りました。でこちらね、下の台紙方眼紙になってて、一目盛りが1センチになってます。このね濃い線が5センチになるんですけど、その中央 2.5 センチのところにこのね、中心線のピンを合わせて、両端が5センチになるようにカットしました。はい、では次にこのねカットした角の部分から、この短い方の辺に 5mm、 そして長い方の辺に2センチほどね、半 U の字にカットしていきます。でこの時ね、カットする時にひだを巻き込んでカットしないように気をつけてください。ではね、この股の部分を縫っていくんですけど、このね中のひだを巻き込んで縫わないように気をつけたいので、このピンが邪魔だったらね、ピンを外して、もしくはねこのひだを中へ入れてしまってピン止めしておいてもいいですね。この状態で縫っていきます。外して、そして次はね横にこう開いて裾を揃えてこう縫っていきます。そしたら次にこのね一番前中心の最初のひだ以外のひだを全部ねこう詰めて、ここでね縫っていきます。両端のねひだを縫い留めたら、このね前中心だけちょっと開けといて、履かせるのにね調節するために開けておいて、後ろねちょっとよいしょ、後ろのひだをね重ねて留めていきます。このぐらいでね縫ってしまいます。では次にワイヤーをね、ベルトのバックルを作っていきます。まず3センチぐらいに切って、そしてひらがなのねのの字になるように折っていきます。少しねオーバーするところはまた爪切りで切ります。
リボンをねバックルに通したら、この部分をね留めて縫っていきます。はい、そしたらこちらがね前中心で、こちらはお尻でねさっき縫ったところなんですけど、まだね縫ってない前中心の方にこうしっかりバックルが中心にくるようにね、このように縫い付けていきます。そしたら人形にね履かせていきます。ウエストの部分ねギュッと絞って、自分のねお好みの長さで切ってライターで炙って完成です。はい、これで完成です。はい、このようにね完成しました。やっぱりねリバティというね生地、柄物がねすごい有名なんですけれども、無地とかね、他のお色もいろいろありまして、リバティを使うとねこのひだがすごく綺麗に表現できてかっこよく仕上がるかなと思います。すいません、リバティ信者です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter や Instagram へのねお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。あとね Twitter やってますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。肩のねこの縫い目のところから1目盛りか2目盛り進んだところまで縫えたら、ちょっとしのぶちゃん見えませんよ。ちょっと巻いてください。